おはようございます。おかげさまでチャンネル登録者数も1000人を超えて、他の条件もクリアすることができました。本当にありがとうございます。これでやっとスタート地点に立てたと思うので、ここからまた頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。今回のミッションはフローリングのこの目立つ大きな傷です。どうやって直してどこまで綺麗になるか見ていってもらえたら嬉しいです。では行ってみましょう。まずは下地処理です。下地処理は補修の作業の中で一番大事と言っても過言ではないので、しっかりやっています。ハードワックス F を充填しています。白い色を選んでいるのは映像的に見やすいと思ったので白を入れています。本来ならもう少し色のあったハードワックスを選ぶべきだと思います。親指でグッと押さえているのはハードワックスの中に空気が入っていたらそれを押し出すためです。深い傷を埋めるときは必ずやった方がいいテクニックの一つです。もしハードワックスの中に空気が残っていた場合、ツヤを吹くときや色をつけるときにドライヤーを当てるとその空気が膨らんでハードワックスも膨らんで面が崩れてしまいます。周りのハードワックスを拭き取って次は研磨です。研磨での注意点は力を入れすぎないことです。どうしても力が入ってしまうとパテの部分だけ弱いのでパテの部分がより削れてしまって面が崩れてしまいます。苦手な方は当て木することをおすすめします。次は瞬間接着剤でパテ部分をコーティングしています。これをしておかないとラッカーで色を入れる際パテが溶けて面が崩れる原因になります。ボンドを入れるとき一番気をつけなければならないのはボンドを入れた端っこに段差ができることが多いので、そこをしっかり吸ってなだらかにしておくことです。これが終わればいよいよ色付けです。まず僕の得意パターンである傷全体を濃いめの色で覆い尽くします。この時の注意点はなるだけコンパクトに塗っていくことです。あんまり広げすぎると他の色を塗っていくのがしんどくなるので、できるだけコンパクトにしてください。次にベースの色を入れていきます。濃い木目部分を残しながら塗っていきます。木目部分の濃さや木目っぽさをこの時点で出しています。塗りすぎず塗らなさすぎず離れてみてどうか確認しながら塗っていってます。ここで白目のハイライトを入れていっています。ハイライトを入れることによって木目のリアルさが出るので、うまく使うとすごく効果的です。ハイライトの注意点は入れすぎないことです。入れすぎてしまうと真っ白になるので気をつけてください。ここから細かい微調整です。微調整は本当に細かい調整で、離れた目で見てここがちょっと濃いとかここがちょっと薄いとか見ながら少しずつ調整していきます。少しずつ木目がリアルになっていい感じになってきています。ここからツヤ調整です。
ここで筆で塗った凹凸が気になったのでペーパーで軽くこすっています。この時のペーパーの当て方はほんの少し当てる程度で吸っています。ここから艶を振って研磨、艶を振って研磨で面を整えています。ここから最後の艶調整です。詳しい艶調整のやり方はプロが教える艶を均一にするスプレーの吹き方の動画をご参照ください。完成です。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。